回はですね、タイトルにもありますように実は故障してましたということで、先日ねブルースカイヘブンに行ってたんですけども、富士山までね、それの途中でですね異音が発生しましてね、エンジンのあたりから異音が発生しまして、ちょっとおかしいなということで帰ってきてからね、いつもの寺田モーターズさんの方に状況を見てもらいにね、バイクを持って行ったわけなんですけども、そしたら実はこのプライマリーケースのこのね、このプライマリーケースのこれミッションがあるらしいんですけど、ミッションがあって、ミッションのシャフトの奥側に、ベアリングがあるということでね、これです。こういうやつね、こういうベアリングがあるっていうことで、図でもちょっと説明したいんですけども、ベアリングがあって、これがこの中でこれが入っててくるくる回るという、こういう状態ですね。シャフトがあって、でこれがくるくる回って滑らかに、ギアチェンジとかができるっていうことだと思うんですけど、あんまり詳しくないんで分かりませんけど、はい、ということで、すごいね音がしてたんですね。その音がどんな音かっていうと、ニュートラルに入れると結構ゴーっていうね、金属がこの擦れた音、これシャラシャラシャラ言ってますけど、もっと引っかかりのあるきつい音、ゴロ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 っていうね、すごい音がしてたんで、それがまあ最初のうちはちょっと鳴ったり鳴らなかったり、なんとなくっていうぐらいのね音やったんですけども、ブルースカから帰ってる途中でですね、徐々にその音がでかくなってきたり、ちょっと鳴ってたのが、結構ねニュートラルに入れると鳴るみたいなで、一足に入れてクラッチ握ってると鳴らないっていうことでね、要はそのプライマリーオイルで一応ニュートラルでもこのシャフトが回るっていうことで、それでニュートラルやったら音が鳴る。で、一足に入れると一応ギアが入るんで音が止まるっていうね、そういうことらしいんですけど、すごいね、エンジンがうなるような、金属が擦れてエンジンがうなるような音がしてて結構やばかったんで、ちょっと焦ってたんですけども、とりあえず帰ってねすぐね寺田モーターさんの方にね見てもらいましたら、結局これがベアリングがこういう風な感じで傷がいってるっていうことで、これで擦れて音がすごい鳴ってましたよっていうことらしいんですね。この傷がなんでいくかっていうのをね、いろいろ説明丁寧にしていただいたんですけども、要はプライマリーオイルがこの上の方から入ってくるらしいんですね。このオイルが入ってくる時にゴミが一緒に入る場合があるっていうことで、そのゴミを一緒に入っちゃうとここに傷がいってこういう状態になってしまうと。でそれがそのバイクによって個体によって違うらしくて、例えば1万キロ走ったらなりますよとか、2万キロ走ったらとか3万キロ走ったらなりますよっていう風なものではないと。その個体によってなりやすいなりにくいがあって、なりにくいものはなかなかならない、なりやすいものは3000キロぐらいでもなったりするっていう風に言われてましたね。なんで、今このバイクウルトラさんが4万5000キロぐらいなんで、それで初めてなったのかどうかはちょっとわからないんですけども、そういうことになりましたということです。あまりね、メカに詳しくないものでちゃんとした説明ができないんですけども、一応症状としてね、こういうことがなりましたよということで報告させてもらいました。一応部品は全部、プライマリーケースの中身ねばらしてやらないといけない作業やっていうことで、その周りの細かなパーツ類も一緒に、消耗品的なやつは交換してもらったので、これでもう当分大丈夫ですよっていうことでしたね。音が出だしたのがやっぱこの辺り左側のこの辺りからちょっとねタイミングがわからないんですけど、高速域ではなってないですね。2速から1速に落とす時とか、1速からニュートラルに入れる時、そしてニュートラルに入れている時に、
この辺からねうなるような音、金属が擦れるような音、がしてました。ちょっとね音を取ってなくて申し訳ないんですけども、音を取ってたらよかったんですけども、ちょっと音は取れてないんですけどね、だいたい想像していただいて、金属が擦れるような音、いつも鳴らない音がここら辺からゴーってね、コーってね、なんかすごい音してましたんで、これもやばい、これ以上走ったら壊れるんちゃうかっていうの音になってたんで、ちょっと急遽ね、見てもらいました。そしたらこれが原因でしたということで、この辺から音が鳴るイオンっていうのはね、いろんな原因があるみたいで、鳴ったらとりあえずショップ行って見てもらうのがいいと思います。で今回はこのベアリングが、気づいてたっていうことで、これをね交換してもらって、今はもうね完全に、いい感じでスイスイ走れておりますんで、はい、もしね皆さんももしそういう症状が出たら、とりあえず迷わずに、行きつけのショップとかねディーラーへ行って、見てもらうことをお勧めします。そういえばですね、このベアリングを交換してもらった時に、このねブレーキパッド、リアのブレーキパッドもかなり減ってますということで交換してもらったんですよ。でね、その使い方がこれ、こんな感じで、わかりますこれこんな感じで、もうほぼないというね状態で、冗談ですけども絶妙な使い方ですね言ってね、褒められました。ということでリアのブレーキパッドも、さらに交換しておりますということでした。やばいね、これないもんね、見えますこれということでした。ということでね、今回は故障しましたということで、皆様にご報告ということでね、動画にしてみました。もしこの動画が役に立ったらまたいいねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。